私の名前はのりこ。現在37歳。子供が一人と、夫の高吉と3人暮らしをしている。私は夫と付き合うとき、仕事をしていなかった。理由は、職場が激務すぎてしんどくなり、自主退職をしたから。いつかは仕事に戻るとしても、しばらくはゆっくり療養したいと思ってのことだった。そんな時、私を心配した知人が夫を紹介してくれ、私たちは仲良くなる。夫は当時、私が仕事をしていないことを知人から聞いていたので、無職であることについては承知していた。それでも、私のことを人として好きになって、いつかは結婚したいとまで。そうして結婚前提でのお付き合いが開始し、同棲してから数ヶ月で妊娠。それをきっかけに、私たちは結婚した。結婚生活は、最初はとても順調だったものの、次第に地獄と化していき、子供を出産した後にピークを迎えた。実はうちの夫、医師をしているのだが、医師と看護師の不倫が日常茶飯事な職場にいるせいか、何度か浮気のことで喧嘩に。しかしその度に、子供を人質に取られて、私は言い返せない。お前は無職だから、俺と離婚したら生きていけないし、こいつを育てることもできない。離婚したら必然的に俺が親権を取って、お前とは二度と会えないようにしてやる。そんなことを言われると、黙っていることしかできなかった。私たちが住んでいるところは、保育園激戦区のため、フルタイムだったとしても入園できないほど。もちろん中には訳ありなのか、受け入れ可能なところもあった。だが、激戦区なのに枠が空いているということは、何か不祥事があったか、園自体に問題がある可能性が高い。そんなところに我が子を預けることもできず、結局幼稚園に入園できる年齢になるまでは、頑張って私が育てることになった。しかし夫は、自分が働き、私が現在専業主婦をしているという立場を利用し、度を超えたモラハラ夫化する。もちろん、結婚する前に私が無職だったことも話題に出し、俺が拾ってあげなければ、お前は結婚もガキを身ごもることもなかった。だから、お前は黙って俺に感謝しておけばいいんだよ。そう言って、夫は今日も不倫相手とのデートに出かける。今日の相手は、最近新卒で入ってきたばかりの事務員の子だそう。事務といっても病棟クラークなので、医師や看護師とそれなりに関係があるらしい。ともかく、堂々と不倫デートをしに行く夫を黙って見送ることしか、今の私にはできなかった。だがそれでも、子供が幼稚園入園が決まった時に、私もある決断を下すことになる。それが、離婚。ずっと子供を人質に取られて踏み切れなかったが、幼稚園が決まったことや、弁護士に相談した結果、私が親権を取れる可能性が高いと聞いて決断したのだ。もちろん、夫は断固拒否。浮気が原因での離婚なんて世間体が悪いだろうが。第一、子供には両親揃ってこそ、片親なんてろくな人間に育たねえよ。と、偏見まみれの意見を押し付けてくる。果たしてそれは、シングルマザー家庭で育った私への嫌味なのだろうか。だが、もうどうでもよかった。離婚してくれないなら、裁判してでも別れてもらいます。私が物おじしない態度で言い張ると、夫は少しだけ眉間にシワを寄せたが、すぐいつもの馬鹿にした笑みを浮かべてこう言う。お前にそんな金なんてねえだろうが。バカなことしてないで、さっさと家事をしろ。そう言って物に八つ当たりをする夫。しかし私はそれを冷めた目で見たまま、実家に帰ることを告げた。すでに自分の荷物は実家に送った後だったし、夫の暴走を考えて子供も別のところに避難させている。だから、夫の言葉を一切無視して、私は離婚届だけを置いて実家に帰った。それから数ヶ月間は、泥沼離婚裁判にまで発展した毎日を送る羽目に。やはり夫は、そう簡単に離婚に応じてくれず、何度も何度も離婚裁判を行い、やっと判決が出た。夫と私は離婚し、夫は不倫の慰謝料数百万と、子供への養育費を支払うようにと、裁判所から命令される。夫は納得いかないと叫んでいたが、裁判で結果が出た以上、
もう覆すことはできなかった。そして、現在、私たちは晴れて赤の他人となり、新たな人生をそれぞれが歩み始めた頃、40歳を目前にした私の体に異変が生じた。最近、どうも全身倦怠感が取れにくく、食欲が低下して腹部の膨張感まで。普通の人だと見逃しがちだろうが、実を言うと元医療従事者だった私は、これが普通でないことに気づく。というのも、最近受けた地域の健康診断で出た値が問題。大体の項目におかしな点はなく、多少異常がある数値でも問題になるほどではなかった。しかし、肝機能が昨年に比べて著しく低下している。数値が大きく上がり、要精密検査と書いてあった。この程度ならいちいち病院へ行かなくても大丈夫で、行っても何ともないと言われることが多い。それでも、元医療従事者としての勘で地域の小児科内科を受診すると、当たりだった。これは、もしかすると、ステージ1の肝臓がんかもしれません。詳しいことは、大きな病院で検査しましょう。紹介状を書きますね。そう言われて、私は翌週、すぐさま隣県の総合病院を受診。するとそこで、会いたくもない人と再会してしまった。やっぱお前か。カルテ見てそうだと思ったけど、肝臓がんね。独身でがんとかウケる。医師として行くのが楽しみだわ。なんて最低なことを言うのは、紛れもなくあの元夫。そう、実は元夫は医師で、しかも消化器内科を専門としている。結婚していた時はここではない病院で働いていたため、油断していた。元夫はあの後、不倫のことがバレて病院に居づらくなり、ここに転職したそう。それを危機として元妻に語る神経もだが、医師として行くのが楽しみなんて不適切な発言はありえない。私はこの最低男の元妻で、どれだけクズか分かっている。だから、何なの程度で済ませられるが、何も知らない人からしたら不愉快極まりないことだろう。だが私も、今日は一人の患者として来ている。そのため元夫には、医師としてあるまじき行動であると指摘をした。その言い方、コンプライアンス的にどうなの？いくら私が元妻だとしても、今は医師と患者の関係でしょ？公私混同せずにちゃんと医師としての仕事をして、あと行くの楽しみは不謹慎。しっかりと言ったつもりだったが、ヘラヘラしている元夫には全く伝わらない。それどころか、おいおい、素人患者の分際で俺に指示を出すなよ。お前なんて、俺がいなければ治療をさせてもらえない存在なんだぞ。と、さらに自分の立場を利用して悪口を言いたい放題。それに呆れてしまった私は、後に担当医変更を申し出た。それからしばらく、私は闘病生活を迎えることに。幸い、実家暮らしなので、治療で入院が必要な場合は、親が子供の面倒を見てくれる。子供にはいろいろと寂しい思いをさせてしまっているが、ここを乗り切れば、今後は簡単な通院で済ませられるはずだ。私の場合、まだ進行ステージがレベル1なため、5年後の生存率も8割以上。こまめに通院をし、転移がないかどうかや、悪化した場合は適切な治療を受けることで、10年先でも生きていけることができる。だから今はとにかく、子供が成人するところを一つの区切りに、私は治療を頑張っていこうと思っていた。それから数年後、私の癌は手術やその後の治療、フォローアップなどで転移も見られず、ほぼ完治。早期の段階で異変に気づき、検査をした結果だった。肝臓は沈黙の臓器とも呼ばれ、気づいた時には手遅れという場合もある中、私は恵まれている。そして治療を終えてすぐに仕事にも復帰し、子供もだいぶ手がかからない年齢になった頃、私はある用事で医学学会に参加したのだが、またしてもそこで元夫と再会してしまう。私を見つけた元夫は、怒った表情を浮かべて近づいてきたかと思うと、お前、学会まで俺をストーカーしてくるなんて、なんて粘着質な元嫁だよ。と暴言を吐き、髪を掴んでそう言ってきた。それを見ていた周りの人たちが、ひそひそと噂話を始める。私はただただ何も言わず元夫を見上げて、
ギロッと鋭い視線を送っているだけ。するとそれを抗議だと捉えたのか、元夫はぶち切れた。なんだその目は。ここはお前みたいなクズが来るような場所じゃねえんだよ。学会ってのは、俺たちエリートが来る場所だ。土底辺の独身女は今すぐここを去れ。そんなことを大声で言うものだから、私はたまらず吹き出してしまった。それを見た元夫は、意味がわからないといった表情をして固まる。すると、元夫の背後から足音が聞こえてきた。それと同時に、怒鳴り声も。お前、誰に向かって口聞いてんだ？マジで人生終わったな。そういうのは、元夫の上司で、消化器内科の診療部長をしている方。元夫はさらに意味がわからなくなったと言わんばかりの顔になり、首をかしげる。だが次の瞬間、かかったアナウンスを聞いて、元夫は愕然とした。皆様、そろそろご着席ください。もうすぐ研究発表をされる西野典子先生の研究内容ですが、簡単にご説明を。西野典子という名前を聞いた元夫は、私を見た。そう、私の旧姓は西野で、今アナウンスで紹介されている人物こそ私。元夫も私が医師免許を持っていることを知っているはずなのだが、出会った時が無職で、それ以降も仕事をしていなかったから忘れていたのだろう。そして、別れた女の旧姓にも興味がなかった。だからこそ、今回一番注目を浴びている発表をする医師の正体が誰なのか分かっておらず、私を見て思い出したというところだろう。やっと気づいた？今日みんなが注目している研究発表をする西野典子って、あなたが馬鹿にしている土底辺の独身女ですけど。ついでに言わせてもらえば、素人の患者と罵った相手ね。そう言うと、元夫の顔は真っ青に。まさかこんな展開になるとは、とでも思っているのだろう。言いたいことは山ほどあるのだが、今は時間が惜しい。このクズ男のために全員の時間を遅らせてしまうわけにはいかないため、私はプレゼンの準備へと取り掛かった。そしてこの日行われた学会の中で、私の発表は誰しもが息を飲み、質問が絶えない有意義な時間に。この発見や研究は、今後の医学界に大きな影響を与えるだろうという形で、今回の学会は幕を閉じた。そして学会の帰り道で、元夫に呼び止められる。大体要件は分かっているので無視して歩いていると、私の前に身を出して強制的に静止させられた。呆れてため息をつくと、元夫は焦りの表情を浮かべつつ、私に土下座をして許しを請う。まさかあの研究発表をするのがお前だったなんて思いもしなかったんだ。これまでひどいことをしたのは全部謝るから許してくれ。それで今度は大切にするから、また俺とお前、それから子供3人で仲良く。それ以上、元夫が何を言っているのかよくわからなかった。理由は簡単。一緒に暮らしていく未来が全く想像できないから。私にひどいことをして、養育費も滞納しがちな元夫とこれから一緒に？ふざけるなと大声で言ってやりたかったが、まだここは学会会場の中。他の人たちの目もあるため、私は冷静さを欠かず、そしてあくまでも冷たく突き放すかのような口調でこう言った。あ、そう。で、何？私はやり直す気は一切ないし、許してもらいたいからって土下座すれば、全部解決するとでも思ってるの？そう言うと、元夫が顔を上げる。まさか私にこんなことを言われるなんて思いもしなかったからだろう。きっと私なら笑って許してくれる。そう思って恥を忍んでまで土下座したのに、という感情がダダ漏れだった。あなたが傷つけたのは私だけじゃないわよ。子供のことにも一切興味を持ってくれなかったし、養育費だって滞納することもある。それで、離婚した後もこれ？私が医師だって思い出した途端に綺麗な手のひら返しって、ドラマでもそんな都合のいい展開で修復されることないと思うけど。きっぱりとそう言い切り、私は風を肩で切るようにしてその場を去る。そして元夫はついにどうして上司から人生終わったと言われたのかわかる時が来たのだ。学会の日から数ヶ月後、元夫が働く病院の理事長室のソファーに腰掛け、涼しい顔をしてコーヒーを飲む私。そして急に病院長から呼び出されたためか、血相を変えて息切れをしている元夫。そんな私たちの前には、かなりお怒りの病院長が鎮座していた。元夫がここに呼ばれた理由は、
紛れもなく私への態度について。この態度はどういうことだ？病院長は、私が録音していた元夫の暴言データが格納されているパソコンを指さして大激怒。そう、私の治療に関する担当医を変更するまで、元夫が担当をしていたのだが、その時ぐちぐち言われた暴言などはすべて録音済み。これをもって、私は叔父であるこの病院の院長に訴えかけたのだ。そしてもう一つ、元夫はある事実を前に絶望している。それについては認めますが、なぜ次期病院長がのりこなんですか？どうやら上司に私のことを聞いたらしく、私がこの病院を継ぐものだと教えられ、かなり焦ったそう。それもそうだ。次期病院長に対して暴言を吐きまくり、学会では暴力まで。そりゃ、人生終わったという発言も過言ではない。やっと自分が置かれている絶望的な状況を理解し、さらに患者への不適切な態度や発言を指摘され、元夫は四面楚歌状態。だが、私が次期病院長になることには納得がいかないらしい。この状況下でも、姪っ子に対するエコひいきだと主張する始末。呆れてしまい、私はため息をついた。すると叔父の秘書が淡々と真実を告げる。のりこさんは社長の姪だからという理由で抜擢されたわけではありません。最近の研究内容や過去の実績、そして各診療科部長の意見なども合わせ、総合的な判断のもと決まったことです。正式な手続きを経ての決定なので、意義があるならそちらも正当な方法でどうぞ。こんなことを言われてしまっては、元夫も言い返せない。そして、なすすべもないのだ。それに自分は、患者への態度の悪さがクレームとなってここに呼び出されているのに反省の色もなし、おそらく、私一人が文句を言っていると軽く捉えているのだろう。ならば、現実を教えてあげなければならない。医療安全管理室の方からの報告で、あなたの態度の悪さは非常に目立っています。何度改善を促しても聞かず、患者との話し合いの場もドタキャン。挙句の果てには終末期の患者に対してさっさと行けという発言も。医師として、いえ、人として、あなたはここにいてはならない人です。私から重たいことをぐさっと言われた元夫は撃沈。私以外にも元夫に対するクレームは何度も寄せられており、改善しないならそれなりの対応をするとまで言われていたはずだ。それでも、上からの指摘を無視して暴走したのは元夫。こうなったのは、元夫の自業自得としか言いようがなかった。一患者として私含め、あなたを名誉毀損で訴えます。病院側からは、病院の評価を著しく下げただけでなく、患者、病院双方の信頼関係を崩したとして、それなりの損害賠償請求がいくでしょう。すでに弁護士には相談済みで、おおよその金額を出してもらっていた。それを元夫に伝えると、もともと悪かった顔色がどんどん悪くなり、血の気が引いたというだけでは表現できないほど真っ青に。しかし、この男に慈悲を与えるつもりはない。あなたの居場所は、この医療業界にありません。そうして、元夫は懲戒処分が下った後、自らの居場所のなさを痛感。元は懲戒解雇をする予定だったが、最終的には元夫の依願退職という形で病院から去っていった。その後、元夫には多額の慰謝料や損害賠償の請求が行くことに。当然のことながらかなりの金額で、普通に働いて返せるレベルではないだろう。ただ、医療業界に居場所がないと私が宣言した通り、この近隣で元夫を雇ってくれる病院はなかった。それで仕方なく、元夫はど田舎の小さいクリニックで雇ってもらい、総合病院には臨時職員としていくつもアルバイトを掛け持ち。医師だから、それなりに給料やアルバイト代はいいものの、やはり過酷さで言えば超一流。日々、多額の借金返済のために、元夫は休む暇もなく働いているのだ。しかし、元夫の勤務態度の悪さが目立つように、最初はいいものの、来たり来なかったりとまばらになったかと思うと、自分の態度次第で別のスタッフや患者に当たり散らすことが増える。そして地方患者やそのご家族に、言ってはならないことを連発した結果、本当に医療業界から永久追放されてしまった。もともと、ああいう性格の人だ。自分のことを知らない職場に行っても、結果は同じだろう。今は別業種でクビにならないよう、息を潜めて働いているらしい。一方で私は、今も実家で子育てをしている。もちろん、
親も高齢なので親の介護も並行して。子育てと介護は大変だが、子供は学校があるし、親は施設に入居を考えているので、特段困ったことはない。お金が問題だが、幸い私も医師で、現在は総合病院の病院長補佐をしている。だから、給料自体に問題はなく、あとはどれだけ子供との時間を大切にできるか。いつか、子供が結婚を約束したパートナーに対し、私がシングルマザーであっても、胸を張って紹介できるような母親になりたい。そう思って、今日も子供の笑顔のために、私は頑張る。